皆さんおはようございます。カナダメープルリッジのエミです。お元気ですか？今日のお題は移民問題パート2にしてみました。なんでこのトピックにしようと思ったのかっていうと、ゴールデンウィークに日本に帰ってね、肌で感じたのが、まずは成田空港で働いている外国人の方がすっごい増えてました。で、びっくりしたのが流暢に日本語を喋ってる人もいたんで、頑張って働いてはるんやなって思ってたんですね。田舎に行っても、都会と言われるところじゃなくて田舎に行ってもコンビニで働いてる人もいたし、自転車乗ってる人がすごい増えてました。で、沖縄でバスに乗っている時もヒジャブをかぶっている若い女の人がいたんで、多分インドネシアから来たのかなとかって思いながら見てたんですけれども、で今ね、世界中で特に G7 の国々、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ここではグローバリズムという名のもとで第三世界と言われていた国々の人たちが大量に入ってきています。多分コロナが終わった後ぐらいからかな、顕著に見え始めたのが。特に移民問題、難民問題で顕著な国がイギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、日本、G7 以外ではスウェーデンの問題をよく目にします。でね、日本ではね、移民っていう言葉を使ってないみたいなんですけれども、技能実習生とか労働に関連するビザを発行した人々っていう風な呼び方を一生懸命日本の政府、つまり自民党がやってるんですけど、まさに移民でしかありません。カナダはね、原住民から土地を奪って、悲しいことに、でヨーロッパからの移民の人が現在の国を作り始めたんですね。でたまにね、日本の政治家がお手本として自分の意見を正当化しようとしてカナダの移民の実情を引っ張り出して話してるんですけど、それ見てね、いやこの人何言ってんねやろ、カナダと日本の歴史が違うやんって思うんですね。考えてみてください。日本は今まで日本人が主流としてなされた国で、何千年っていう歴史を持ってるんですね。顕著に現れ始めたのが10年ぐらい前から外国人労働者が増えてきたみたいですよね。でカナダは建国以来だから159年ぐらいしか経ってないんですよ。歴史が浅いんです、日本に比べて。私は日本人として育って今日本の外から日本を見ていて、最近ね、大丈夫かなって心配しながら見てるんですよ。なんでかっていうと、急激に増えすぎてるんです。犯罪を犯した外国人の人たちをどういうふうに罰していくかっていう刑法も追いついていないんです。だから何回も犯罪を犯してるのに不起訴になってたりしてて、なんじゃいこりゃって本当に思ってしまうんですよ。で言ってみたら、日本人の性質って性善説じゃないですかね。悪い人もいるけれども、根本的にはみんないい人っていう感覚で今まで日本人が日本の中で育ってきてたでしょ。これね、私カナダに住んでて思うんだけれども、それは本当日本人として誇りに思うところだなって思うんです。なんでかっていうと、こっち側にいる人たちは Me First なんです。自分が一番なんです。いいも悪いも。私はカナダでいろんな国の人たちと一緒に仕事してきて思ったのが、日本人は基本真面目で働き者。ある国民性を例に挙げて10羽一からげに述べることはすごい難しいんだけれども、大まかに見てね、東洋人は西洋人に比べて働き者
自己主張をしないというよりも苦手、そういうのに慣れてないんですよ。でね、日本政府が歌っている共栄共存、これスローガンに挙げてますよね。でもね、これね、その国の人たちがどうやって生きているのかを見てないから言えるんです。こっち側にいる第三世界から来ている人たち、仕事場であったり個人的に知り合っているんですけれども、みんなね仕送りしてるんですよ。で、自分の国に休暇を取って帰る時もこっちの100円ショップでたくさん物買って、それこそ段ボール箱2つぐらいいっぱいにして持って帰ってます。一体それを日本人は、海外に住んでいる日本人の人たちは何%の割合でそれしてると思いますか？ですごい悲しいことに、アフリカのある地域ではまだ紛争が絶えなくって、子供たちを誘拐したり洗脳したりして戦士に仕立て上げてますよね。だから根本的に日本とその国の人たちの生きることに対しての姿勢が違うんですよ。日本人はすごく恵まれてます。物もいっぱい溢れてるけど、第三世界にいる人たちは十分に物を買えないし、物は溢れていません。そういう工夫しながら生きてます。自分の命を守るためには略奪したり、最悪人の命を奪ったりすることもあります。だから日本政府は今すごいいろんな国から移民を受け入れてるけど、もう私は一体日本に住んでいる日本人の人、あるいは真面目に働いて住んでる外国人の人たちが犠牲になって、そこから方針を変えていくのかな。そうならないであってほしいなってつくづく心から思ってます。イギリスの現状やスウェーデンの現状、フランスの現状、ドイツの現状を見てみたら、本当に政策とか刑法とか変えないと、どんどん日本は侵食されていくと思います。なんでかって言ったら、日本人は優しいんです、他の民族に対して。日本の政府がもう一つプロモートしてるのが、ベビーシッターとしてビザを発給してこちらに呼び寄せるっていうことを計画してますけれども、はっきり言って欧米で何が起こってるのか知らないんでしょうか。知らない人を自分の子供の世話を頼んで、いろんな事故に遭ったり、物を盗まれたり、虐待をしたりという、そういった問題が終わりません。私は母親として本当に信頼できる友達、あるいは友達の友達という方々にしか子供の面倒を任すことはできませんでした。政治家の方でね、これは素晴らしいプログラムだって言われる方が いらっしゃったら、どうぞ自分の子供を預けてみてください。それがうまくいったんだったら徐々に広げてみていってください。本当にあなたは見ず知らずの違う文化の人たちに、何のつてもなく来られた方に自分の子供を預けることができますか？でね、なんで世界で移民問題が起こっているのかなって考えていくとね、一つだけ私が自分の民族としてのアイデンティティを見直すためにこういうことが起きてるのかなって思うんですよ。自分の民族のいいところを再認識して守るのか破壊するのかを考える機会を与えられているんじゃないかなって思うんですよ。私はせいぜい生きて20年ぐらいでしょ。私が望むのは、次世代の人たちが日本人としての誇りを持ちながら、古き良き日本の文化を守っていってほしいと切に願っています。日本人でなくても同じ思いを持ちながら生きている人たちはたくさんいると思うんですね。違う国に住むのなら
その国の文化を受け入れ、つつましく自国の文化を大事にしながら生きていくのが共存の本当の意味ではないでしょうか。皆さんどう思いますか？違う国に行って自国の文化風習をその国の人たちに差別だとかって言いながら押し付けるのは何か違うのではないでしょうか。私も差別というものを自分で経験したことがありますけど、今差別だって言っていることは差別には入らないと思います。みんなそれぞれの時代に同じ自国民の中で差別を受けて冷遇されているケースもたくさんあります。移民問題でも言ったけれども、お互いに人間として相手のスペースと自分のスペースを守りながら仲良く生きていけるのが理想ですよね。自分たちの民族以外は存在する価値がないとかって言う過激な民族もいるので、そんな風に世界はならないぞって思ってるんですけど、どうしたらこの移民問題を好転ベターにすることができるのかなっていつも思います。私たちの子供、孫、ひ孫ね、どの国においてもみんな平和で暮らしてほしいですよね。じゃあ今日はこれまで。またね。バイバイ。